私は35歳、30の父です。最近のニュースを見ているとガソリンの価格が上がったり、いろいろ価格が上昇していますが、今後日本はどうなっていくとしますか？よくさんのご意見をお願いいたします。ガソリン価格自体も上がってるんですけど、円安が進んでいるというのもあって、なので、海外から輸入するものの価格はどんどん上がっていきます。で、ただ、輸出入に関わる仕事をしている会社はめちゃくちゃ儲かります。なので、大企業はめちゃくちゃ儲かるんですけど、日本人向けに商売をしている商店街だったりとか、生鮮食品だったりとかっていうのは、どんどん貧しくなります。要は、買う日本人が貧乏になるので、貧乏である日本人向けに物を売ったとしても、そんなに高い値段で買ってくれないと。っていうのがずっと続いていくので、なので金持ちと貧乏人の差が広がるっていう、タイみたいな感じになるんじゃないかなと思いますけど、タイで初任給でまともな会社に行くと、今日本よりも初任給高いんですよね。タイ人の初任給が日本円で行くと確か大卒30万円近く行くんじゃなかったっけなっていう感じで、ただ貧乏な人は全然貧乏なので、大卒初任給みたいなところではないところで働くので、全然お金はないんですけど、大卒で大企業で働くってなると、それぐらいの金額っていうのだと、もう日本よりも、あと平均給与でいくと、今は日本よりも韓国の方が高いんじゃなかったっけ？なので、平均給与でいくと韓国の方が全然儲かってますと。っていう感じなので、どんどん貧乏な人が。で、韓国ってまだその人口が5000万人ぐらいしかいないですけど、日本って人口が1億3000万人いて、3分の1の人が年金とか生活保護で働かないでお金をもらうのが当たり前であるという状況で暮らしてるんですよ。で、日本憲法があるので、その人たちが生活に必要なお金を出すというのはもう決まってるので、なので残りの3分の2の人たち、ここに子供とかも含まれるので、66% のうち多分 40% ぐらいの人たちが頑張って残りの 60% を食わせるっていう状況に多分もうなるんじゃないかなと思うんですけど、日本の平均年齢がもうほぼ50歳で、ほぼ50歳の人たちって働かなくてもあと何年かしたら年金になるよねっていう風になってたりするので、なので頑張って働いて日本社会を良くしようというよりは、むしろ逃げ切った方がいいよねっていう考えをしてたりするので、なので残りの 40% ぐらいの人たちが働いて子供を育てて教育を受けさせて、で、なんとか家族を幸せにしなきゃいけないよねってなるんですけど、年収1500万円ぐらい超えると、子供を海外に行かせようとし始めるんですよ。インターナショナルスクールとか。あわよくば海外で働こうってなるんですよね。なので、年収1500万ぐらいの英語喋れるのは当たり前だよねっていう人たちほど、じゃあ日本やばくなったら海外で行けばいいじゃんって言って、海外に行ってしまうっていう、YouTuber とかでもフランスに行ってしまうとか、シンガポールに行ってしまうとかっていうので、日本人のお客さんを当てにしながら外国に暮らしていて、外国で生活拠点を作るっていうので、いや別に日本沈没しても俺大丈夫っすっていう形で逃げる人がどんどん増えているっていう状況を理解していただけるといいんじゃないかなと思いますけど。物価高騰、食料危機を動画見て、缶詰約5000個や米3年分、ティッシュ180個や240個入りトイレットペーパー50個、カセットガス用ストーブや発電機などちょっとやりすぎました。YouTube では昨年から食料危機で言われてましたが、今は安定してです。その時やってきた場合、どのくらいのスパンで起こると思います。よろしくお願いします。プレッパーと言われる、割と何か食料危機だったり、世界的な危機があった時に準備をする人たちっていうのがいるんですけど、残念ながら本当にガチのプレッパーを日本でやってる人は僕が知る限りいません。例えばじゃあ家に缶詰5000個あって米3年分あって僕隣に住んでたら多分襲いますよ。だって食い物なかったっていうので僕だけの問題じゃないんですよ。例えばじゃあその町に100人ぐらい住んでました。で、みんなが食い物なくなりました。あいつ缶詰貯めてるぞってなったら100人で襲いますよ。襲ったらまずいよねっていう価値観っていうのは多数決で決めるんですよ。なので、僕一人が襲ったら、あいつに襲われましたって言って、警察が助けてくれるかもしれないですけど、本当に食い物がない状態で、いや、みんな食い物ないよねっていう時に、あいつ米超持ってるってなったら、もうこれ襲うっしょってなるので、本当に状況をコントロールして生き延びたいのであれば、まず町に住んではいけません。町に住んでたら、あいつなんで血色いいのってバレちゃうんですよ。食い物ないふりしてたとしても、食ってるやつと食ってないやつは明らかにわかるんですよ。なので、家から一切出ないっていうので、誰にも気づかれずに3年間閉じこもり続けるのであればいいかもしれないですけど、
その場合、多分病気になります。人間って日の光を浴びないと、まず暮らせないのと、あと、3年分俺はここで生きるんだってなったとしても、多分空気の入れ替えとか、酸素が入ってないよねとか、虫が発生するとか、湿気が発生するとか、多分3ヶ月ぐらいそのシェルターで生活してみないと、本当に外でないで暮らせるかどうかわかんないんですよ。フィルターの交換とかね。で、外出た瞬間、あいつなんで3ヶ月生きてんのってなると、あいつあそこから出てきたけど、食料あんじゃねってバレるんですよ。なので、本当にやりたいのであれば、まず家を誰も住んでない地域に作ってください。僕の知り合いの北関東に住んでる東出さんっていう人がいるんですけど、あの人は多分、食料危機があったとしても3年間生き延びると思うんですよ。彼の家に彼が食い物めちゃくちゃ貯めてたとしてもわかんないじゃないですか。東関東の山奥に住んでるから。なので、もし本当にそれをやりたいのであれば、もう周りの近所に人がいないような田舎でめちゃくちゃ食い物貯めて、水とか食料とかが自分で調達できるような状況にして3年分っていうのであればいいと思うんですけど、そうじゃないのであれば普通に襲われるだけだと思うので、残念ながら何か危機があった時に逃げれるかっていうと、襲われる対象です。なので、もうちょっと頭を使った方がいいんじゃないかなと思います。米が高いって下がれてますけど、5キ5000でも1杯65円ですよね。なんでよみんなそんなに苦しいで。いや、そうなんだよね。米安いんですよ。米の値段が比較して高くなったんですけど、ただ、よく考えてください。5キロの米を作るのにどれぐらい労力がかかるか。5キロの米と比べて、どうでもいいソシャゲの石で5000円以上払ってるやついっぱいあるんですよ。スパチャで5000円払ってるやつとかいるけどさ、5000円のスパチャとさ、米5000円、どっちのが大変だと思う？ 5000 円 YouTuber にスパチャして、ビールとか酒飲みながら、こうだと思うんですよね、とか、でこれ VTuber とかでもいいんですけど、っていうのに入ってくるのと、米5キロだよ。どっちのが価値あると思う？米5000円安すぎない？おかしいでしょ？僕はね、米の値段は別にね、いや、高くてもいいんじゃねって思うんですよ。で、金のない人が買えない問題は、もう米の配給券配れやって話で、スパチャもできないような金のない人は、米の配給券配って米は食えるようにしてください。ただ別にさ、スパチャとかさ、ガチャとかで金使ってるようなさ、そこら中にいるんだから、そいつらからもう金取っていいよ。高く金取れよ。別に安い米買いたいんだったらね、タイとかの買ったやつ食えよっていうので、日本米の美味しい米を食いたいんだったら5000円払えよ。魚もだからさ、美味しい魚食いたいんだったらもっと金払えよって話で、ライブに5000円払うのはいいけど米は高いみたいな。いや、ライブなんか行く必要ないから。いくらでも YouTube とかで検索したら安く見れるんだからさ。なんかね、その価値観がちょっとね、ずれてんじゃないかなと思っていて、食べ物はね、別になんかちゃんと金払えばよくて、相対的貧困みたいな、金はないけどたまにはうなぎを食べたいとか、金はなくて生活保護だけどたまには寿司を買いたいとか、いやいや、寿司食うな。寿司食いたいなら働いて食え。っていうふうに僕は思うんですけど、はい。日本に食糧危機は本当に来るのでしょうか？多分日本は食糧危機より先に石油が入らないとか、エネルギーが入らなくて電気が、料金がめっちゃ高くなりますとかが先なので、食糧危機は気にしなくていいと思います。食料自給率っていう言葉を出す人いるんですけど、農林水産省が出している食料自給率ってカロリーベースなんですよ。米とか小麦粉ってカロリー高いじゃないですか。で、野菜ってカロリーめちゃくちゃ低いんですよ。でもビタミンとか栄養素が高くて、食べ物としての単価も高いのは野菜とか肉とかなんですけど、で、カロリーベースで油とか穀物とかなんですけど、小麦粉とかって日本でも一応北海道では作ってますけど、アメリカとかで作ったからめっちゃ安いんですよ。なので、安いものは海外から仕入れた方がいいよねっていうので、日本はあえて作ってないんですよ。じゃあ美味しい米は日本しか作れないので、日本は米を作りますと。で、野菜は美味しいものを作った方がいいから、日本では野菜を作りますと。安くて儲かんないものを別に日本で作んなくてよくねって言って、海外から買ってるんですよ。日本で作れないけど美味しいものってあるじゃないですか。例えばじゃあマンゴスチンとかバナナとかトロピカル系の果物とかって日本では作れないんですけど、それ食べたいっていう人ってお金を払って海外から仕入れて食べてるわけですよ。海外の牛肉とかも海外からお金払って買ってるわけじゃないですか。で、それって食料自給率下がるんですけど、食料自給率下がるっていうより海外の美味しいものを金払って買えるだけ豊かな国なんですよ。なので豊かな国であるほど食料自給率は自分たちで
わざと下げてるんですよ。海外から美味しい食材を買って。例えばじゃあフランスのチーズとかワインとかフォアグラとかって日本じゃ手に入んないから海外から買うわけじゃないですか。で、それは金があるから買って美味しいよねってなるんですよ。ただ日本の農林水産省っていうのは食料自給率が下がってるからもっと税金突っ込まなきゃいけないですって言って自分たちの権益を広げようとしてるので、なので食料自給率が金額ベースかカロリーベースかっていうのをちゃんと見極めてください。農林水産省が出たやつはカロリーベースです。で、金額ベースでいくと野菜とかってほぼ日本のものを日本人は食べてるんですよ。冷凍食品とかで冷凍ほうれん草とか中国製とかたまにありますけど、基本的に野菜とかって日本産なんですよ。みんな食べてるの。茨城とか福島とか書いてあると思いますけど。なので、金額ベースでいくと日本の食料自給率って別に悪くないんですよ。でも食料自給率 100% 超えてないじゃないかって言うんですけど、100% 超えてないのは海外の美味しいものを買って食べれるだけ豊かな国だからです。だって日本のワイン買うよりフランスのワインの方が美味しかったらフランスのワイン飲むでしょっていう話で、なので食料自給率 100% を目指す必要ないんですよ。例えばフランスって食料自給率高いんですよね。で、それはチーズとか作ってそれを世界中に売ってますっていうので、食料を輸出することで儲けてる国っていうのは食料自給率は 100% 超えるんですよ。でも食料って世界中どこでも作れるんですよ。大体土地があるところは、土地と水があるところは。なのでそれより自動車作って売りますとか、ゲーム作って売りますとか、アニメ作って売りますとか、文化度の高いものを作った方が利益率高いんですよ。なので食料に投資するより文化率が高くて利益率に高いものにちゃんと投資した方が国としては豊かになるんですよね。言い方悪いですけど、食料を作るだけだったら大学行かなくてもいいじゃないですか。トラクターを動かせて農協から買ってきた種を植えてコンバインで収穫してってやればいいだけなので、教育いらなくなっちゃうんですよ。っていうので、じゃあ教育のある国と教育ない国で平均収入どっちが高いですかっていうと、やっぱり教育を多くやってる国の方が平均収入は高いんですよ。っていう感じで食料自給率ってこだわってる人ってちょっと微妙だなと僕は思ってます。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。